思うのは、自信がないってことは自分を信じてないっていうことだと思った。実際成功に向かって行動する力にはなりますよ、仮に例えば失敗したとしても、それは長い自分の人生においてプラスの経験になるはずですと、こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成に関することなど役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。前回に引き続き人生において大切なものシリーズということでお届けしてきましたけども、今回は自信という言葉をテーマにいろいろと深掘っていければなと思っております。はい、社長が考える自信とはどういうことでしょうか？はい、自信、そうですね、自分の価値、能力をやっぱ信じること、自己を信頼する心、辞書とか行くとやっぱりこういう風に書いてあるんですけど、その通りだなと思います。とにかく自信という言葉は自分を信じるみたいなことで理解してもらうのがいいのかなと思いますと。自信がないとか、ねえ、自信がないっていう結構そのものを使う人多いし、なんかつい言ってしまったりするんですけど、僕が思うのは、自信がないってことは自分を信じてないっていうことだと思ってあんまり使わない方がいいんじゃないかなと思ってますよね。確かに。自分のそのまず心の在り方が自分の未来を作るんですよ。で、どんだけの成功者だって、自分と同じ人間であって、やっぱ大切なことっていうのは下を向くことではなく、まずやっぱ上を向こうよと。自分自身を信じられない人は他人からも信じてもらえるはずがないと思うんです。他人の意見に左右される前に、まず自分自身を見つめ直すことをしましょうよと。もしですね、自分の考え方とか行動が正しいか不安になったら、そこの選択肢としては自分自身の能力や価値を信じて前進しようぜと。まず自分の力を信じましょうというようによく言っていますと。なんか自分の心の在り方が自分の未来を作る。どんな成功者って自分と同じ人間だよということに関しては、やっぱりこう成功者ももちろんですけど、全ての人はやっぱ同じ人間じゃないですか。誰かができたことややっていることを自分はできないということはないという前提に立ってほしいんですよね。やればできる可能性はありますよということですね。できるかできないかじゃなくてやるかやらないかですよねと。できるかできないかじゃなくてやるかやらないかという前提に立つということですね。ただやってないだけ。まだその分野学んでいなかったり、練習していなかったりするだけですと。だから自己成長や自己実現において、まずは自分の心の持ち方が重要であって、まずはやればできるという心や思考を持つことが最初にやるべきことだと思うんですね。やればできるという前提に立てないと絶対にできないですよね。やればできると思ってできるかどうかもわからないんですけど、でも思わなかったら絶対にできないですと。これがいわゆるなんかよく言う成長マインドセットみたいな話なのかなと思うんですけど、基本的にはやっぱりそのスキルとか能力は固定されたものではないじゃないですか。だから努力と学習を通じて改善できるという考え方、成長マインドセットをやっぱ持つことっていうのは、チャレンジに対するアプローチ、失敗からの学び、そして成功への道のりにおいてとっても重要なんですよね。やればできるっていう信念は、挑戦をまず受け入れて失敗を恐れずに新しいことに取り組む姿勢を育てます。どんな成功者だって一夜にしてその地位に達したわけではないことをちゃんと認識できるんですよね。多くの場合はその裏で何度も失敗して、すごい膨大な時間を投資して絶え間なくスキルを磨き続けてきた結果なんだっていうことが理解できるわけですよ。とにかくやればできるっていう心の持ちようは自分のモチベーションの源泉ともなり、自己効力感を高めることにもつながる。自己効力感というのは、特定のタスクを成功させる能力を自分自身が持っていると信じることで、これが高いほど目標達成のために必要な行動を起こしやすくなるわけですよね。こういうマインドセットは柔軟性をもたらし、障害が出現した時にそれを乗り越えるための創造的な解決策を見つけることを可能にしたりもします。潜在能力を最大限に引き出して自己実現の道を開く。従ってやればできるという考え方を持ち続けることは、個人的な成功だけでなく、継続的な成長と学習への道を築くためにもとても大切なんだということです。やっぱり大切なことっていうのは、下を向くことではなくて、まず上を向くことなんだと。
下を向くっていうことは、否定的な考えとか、失敗に焦点を当てることを意味していて、上を向くっていうのは、やっぱり夢や希望とか、ビジョンとか、ポジティブなとにかく可能性に目を向けることですと。自分はやればできる、成功できると、成功するんだと、その可能性があるんだと、心から信じていれば、その思いっていうのは、モチベーションも高めますし、実際成功に向かって行動する力にはなりますよ。だから本当大事ですよね。で、次に、自分自身を信じられない人は他人からも信じてもらえるはずがないということなんですけど、自己の可能性を信じられない場合って、自己疑念とか消極性とか、または自分の決断や能力への不信感として外部に現れますと。こういう姿勢は他人に対して信頼を構築することを難しくしますよね。例えばこれやってよって言われた時に、いや自分自信がないです言われたら、この人ならやれるとかまず思われないですし、この人が努力してくれそうだとかも思われないし、だから自分は自信がないって例えばやりたくないから言ってるのか、自分を信じられないから言ってるのかってなるんですけど、他人にそれを要は表明してるわけですから、私は自信がありません、自分を信じてませんみたいなね、そんな人を信頼しろっていうのは逆の立場から取ってみたらちょっと難しいですよね。でもその反面、自分自身を信じる人はそれがポジティブな言葉とか態度とかに現れて、他人に対してもその自信を伝播させる可能性があるんですよ。人は通常自信がある人の言うことや行うことに対して自然と信頼感を抱くわけじゃないですか。うちはもう本当にたくさんのお客様に喜んでいただいてます。年間1万5000人以上リピーターいますし、お客様に対して自信を持って質がいいというふうにお勧めできる引っ越しやらせていただきますと、みたいな感じで言われたら、やっぱりね、自然と信頼するじゃないですか。だからこそリーダーシップとか個人の成功、人間関係の構築において自分を信じることは非常に重要な要素です。自分への信頼を育むことは他人からの信頼を獲得し、より大きな影響力を持つことにつながりますよと。一番悲しいのは、私自信がないんですって言いながら、私誰からも信頼してもらえないんです。なんであの人私のこと信頼してくれないんですか。何言うとんねんと。あなたがまず自分を信頼してないんだから、自分の可能性を信じてないんだから、それを他人からだけちょうだいよっていうのは、それ虫がいい話ですよと。そしてですね、他人の意見に左右される前に、まず自分自身を見つめ直すことが必要だよって言ってることは、やっぱりどうしても社会的な圧力というか、周囲の環境とか、そういうものによって自分の本当の意思や価値観を見失いがちになることってあるんですよ。ありますね。他人の意見はやっぱり期待に流されないで、否定することなく、また鵜呑みにすることもなく、自分なりの考えを持つことも大切ですと。自分なりに考えることで自分のアイデンティティみたいなものを確立していって、自律的主体的な人生を送ることができるわけですね。日々ですね、社会とかメディアとか友人とか家族、SNS とかもそうですよね、様々な意見とか情報に私たちさらされてますと、それらを最初から否定することもなく、また、無批判に受け入れることもせず、自分の価値観とかマインドと照らし合わせて、何が真実で価値のあるものかをやっぱ自らの思考を通じて考え抜くことが大切で、こういったプロセスを繰り返していくことで、自分の価値観や心情が形成されて進化していって、それがやっぱ自信があるとかですね、つながっていくんだと思うんですよね。そうは言ってもやっぱり自分の考え方とか行動が正しいか不安になったら、それでもやっぱり自分自身の能力や価値を信じて前進すると、自分の力を信じるんだと、そう決めてもらいたいですよね。不安になったらそう必ず、いや俺には今の能力もあるし、これから能力を伸ばせる可能性もある、俺には価値がないわけない、あるよと、自分を信じて前進しようと、こんな感じで思ってもらいながら前に進めるようになってもらいたいなと。やっぱ誰でも時にはね、自己疑念に陥ることもあるかもしれませんと。僕だってね、時にはありますよと。だけど自分の能力や価値を信じて、そういうとここそ前進しましょうよと。失敗を恐れて悩んでるだけでは何も始まりませんと。仮に例えば失敗したとしても、それは長い自分の人生においてはプラスの経験になるはずですと。失敗からは常に何かを学んで、それが次への一歩となりますと。悩むよりも自分を信じてまず一歩踏み出そうよと。自分自身を信じることっていうのは、たとえ困難な状況下であっても前向きな行動を続ける上ではとても重要ですよ。いろいろ悩みながらも自己の判断と能力を信頼すること、これはやっぱり必要になってくると。
だからこそやっぱり自分の力を信じる。で、自分の力を信じる力っていうのは自尊心を高め、新たな行動を起こす勇気も与えてくれますから。はい。なのでとにかく自信、自分を信じると思って前向きに考えて前に進める努力を思考からやっぱり気づいていきましょうと。そういうことがやっぱり大切なんだろうと。まずはそこから始めようと思いますね。今お話聞いてて思ったのが、自信って成功体験よりもなんか挑戦の継続で生まれてくるものなのかなと思ったんですけど、今結構自信がない人とか自分自身にコンプレックスを持ってる人が結構多いと思っていて、そういう人に対して、自信を自然と植え付けるためには、自信を持つとか持たないとかってそういう使い方が多いですよね。間違ってはないと思うんですけど、だからもう自信っていうのは自分を信じるかどうかというふうにまずもうそういうプリセットにすればいいと思うんですよね。なるほど。誰しもが最初に言ったように、どんなに今すごいと思われてる人だって最初からできた人はいないわけですよ。もちろんセンスとかあるかもしれないですけど、そこの裏側には多大なる努力があるわけですね。スポーツ選手だったらとんでもない練習してたり、とんでもない時間を使ってたりするわけですよ。自分を信じてないんじゃなくて自分はやってないだけですよねと。だからやればできるんですよ、本来は。それをやるかどうかを自分のリソースに限りがあるから選択をしてるだけですよねと。本気で自分の人生かけてこれをやろうと思ったらそこに全力投球するわけだからできる可能性はありますよと。だからできるかできないかではなくてやるかやらないかだから、とにかくいろいろ言い訳するのは簡単だけど、まずは自分もやればできるはずだと考えて自分を信じて進んでいかないと何もできませんよと。だからまずは自信がないっていうことをやめようと。その言葉使うのはやめようぜと。自分を信じて前に進むっていうことが自信だから、それが自信を持ってるっていう言葉かもしれないし。なるほどですね。ありがとうございます。例えばじゃあ20歳の子がですよ、自分は自信がないと、コンプレックスがあってと。これも一回解放した方がいいですよね。解放。それまでの家庭環境とか学校生活とかそれに準じて関わる人たちのコミュニティの中で多分コンプレックスって何かしら生まれちゃってるんですよね。でも社会に出たらそんな世界ってこんなちっぽけなもんですよと。別に社会に出たら自分で友達も選べますし、どのコミュニティに属するかって割と自分で選べるんですよね。仕事以外の人間関係とかも自分で作ろうと思ったら作れるわけじゃないですか。でそういう世界も広がりますよね。学生の時よりも行動範囲も広げられますし、だから正直若い時にできたコンプレックスとトラウマって人生80年生きて80歳の時点の自分から後で振り返ってこのコンプレックスとトラウマを見た時って大したもんじゃないんですよ。自分で変えられる、進化できるんだと信じてやっていけば気づいたらそのトラウマとかコンプレックスとか大したことないものになってますよね。でもっと言うと僕も学歴がないと、学校中1の1学期までしか行ってないと、頑張っても一応義務教育で卒業証書もらったから中卒だと、起業家とか経営者の会に行った時に中卒ですっていうことは最初多分少なからずコンプレックスあったかもしれません。お客様に対してもね、若くて社長やってるってことに対して否定的な人いっぱいいますから、言うのも恥ずかしかった、っていう時期もあるんですね。言わない方が得するんじゃないかとか。でもこれやってるうちに学歴がなくても頑張っていけばこれぐらいできるはずだと、やるかやらないかだと思ったり、いろんな経験をとにかくするうちに、そう回せてくれる本だったり、そう回せてくれる先輩だったり、いいねって言ってくれるコミュニティだったり、とにかく経験を通じて今では逆に自分の下手したらコンプレックスだったものが自分の強みであるというふうに感じられてるわけですよ。強みとか他の人と違う要因、差別化みたいな話ですよね。だからいつも思うのは弱みとか強みって諸刃の剣なんで、コンプレックスとかトラウマも逆にこういうトラウマがあるからこういう人の気持ちがわかるんだとか、自分はこういうコンプレックスを持ってるから何かいい方向に向けたいと思って私頑張ってるんだとか、それってでもコンプレックスとかトラウマがなかったら頑張れないじゃないですか。他にも同じ思いをしてる人がいるかもしれないから、そういう人が前を向いていける世界を作っていきたいみたいな、原動力はそういうコンプレックスがあったからですよね。本当に精神論じゃなくてというか精神論も大事ですし、どう思うかってすごい大事なんで、そういった意味でやっぱり本当に自分の力を信じていく、
信じて前に進むんだってことがやっぱ大事だということですよね。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。